皆様こんにちは、関田です。今回は9月1日発売、シャネル大注目の限定アイシャドウデキャトロンブルビザンス全4色をご紹介していきます。発売前からかなり話題となっているこちらのシャネルの数量限定アイシャドウですが、今回は宝石をモチーフにしているということで、こちらのデザインはもちろん1色ずつのカラーもとても華やかで可愛いですよね。今回もパレットの中の1色ずつをそれぞれまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介した後に、全4色を使ったメイクルックを紹介していきますので、カラー選びに迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、シャネルデキャトロンブルビザンス。ビザンチン文化、それは永久に色あせない絢爛たる文化。芸術性が高く装飾的な文化、それはインスピレーションの源。なぜ私が作るものは全てビザンチン風になるのかしら。ガブリエル・シャネルはかつてこう自問しました。奇跡とパート・ドゥーベールの技法で作られたガラスを大胆に組み合わせたマドモアゼルのジュエリー。シャネルメイクアップクリエイティブスタジオはそれをインスピレーションソースとし、魅惑的な目元に仕上げる4つのアイシャドウパレットを生み出しました。308のパリュール・アンペリアルはイエローサファイア、レッドクォーツ、ガーネット、そしてトップコートのローズゴールドが奏でる贅沢なカラーハーモニー。318のパリュール・ベニティエンヌはカーネリアン、ベージュゴールド、ブラウンアンバーのカラーハーモニー。トップコートは輝く海のようなグリーンの光沢が宿るホワイトグリーンムーンストーン。328のパリュールクリスタルはピンクオパール、ローズクォーツ、スモークドクォーツのカラーハーモニー。トップコートはパールが輝くスカイブルーのアクアクォーツ。そして338のパリュールバロックはルビーレッド、アンティークゴールド、グリーンエメラルド、そしてトップコートのパールホワイトが奏でるカラーハーモニー。それでは早速308のパリュール・アンペリアルから1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーを見ていきたいと思います。まず1色目はこちら、左上のカラーです。店頭のテスターを手元で見せていただいた時は、もう少しクリームっぽい感じのしっとりとした質感なのかなというふうに思いましたが、意外とまぶたの上にのせてみると程よい軽さもあってかなり伸ばしやすいタイプの粉質でした。発色もこんな感じでしっかりカラーは乗ってくれますが、柔らかい印象なので一見難しそうなカラーでも単色でもこんな感じで綺麗に馴染んでくれます。はい、まずは1色目、左上のカラーはこんな感じでした。手元で見た時もしっとり感はありますが、軽くて伸びのいい粉質だったので、まぶたの上にのせてみてもこんな感じでとても伸びが良く、指塗りでも綺麗に馴染んでくれるタイプの粉質でした。そしてまぶたの上にのせてみると意外としっかりとカラーを発色してくれますが、ふんわりとした柔らかいニュアンスなのと、全体的に程よいパールによるツヤが効いているので、カラーがドンと乗ってしまうということがなく、綺麗にまぶたに溶け込むように馴染んでくれています。今回の限定アイシャドウは一見カラーニュアンスが難しそうですが、発色と粉質がナチュラルなのでとても使いやすいと思います。しっかりイエローのニュアンスは楽しめますが、明るくなりすぎずにどこか少しだけくすみ感も感じるところが大人っぽくて素敵です。続いて2色目、右上のカラーです。こちらはレッドクォーツというカラーですね。
やはり今回のアイシャドウは手元で見るよりもまぶたの上にのせた方がしっかり発色は楽しめますが、こんな感じで高発色なカラーも伸びが良くて使いやすいです。はい、2色目右上のカラーはこんな感じでした。手元で見た時はもう少し全体的にパールによるツヤがしっかりと効いていて、カラーの発色はナチュラルなニュアンスなのかなというふうに思いましたが、まぶたの上にのせてみるとパールによるツヤは意外と程よくて、高発色なカラーがしっとりとまぶたの上に溶け込んでいるような質感に見せてくれています。パープルにもレッドにも寄りすぎていないけれど、深みも感じられるようなピンクカラーがとても絶妙で可愛いです。1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目左上のカラーです。このパレットの中でも特に高発色のタイプですが、こんな感じでやはり伸びのいい粉質で指でも綺麗に伸び広がってくれます。やはり発色がいいカラーだと手元で見た時よりもパール感はより感じにくいです。はい、3色目左下のカラーはこんな感じでした。やはりこちらのカラーも先ほど塗った右上のカラーと同様、まぶたの上でしっかりと発色を楽しめるタイプな分、手元で見た時よりもさらにパールによるツヤは控えめで、まぶたにしっとりと馴染んでくれるような質感に発色しています。青みを感じる明るめピンクパープルといった感じのカラーですね。最後4色目右下のカラーです。こちらはトップコートカラーということで、手元で見た時もパールによるツヤ感と大粒のラメによるきらめきが限定らしい華やかなカラーだなと思いましたが、パレットで見るよりもこんな感じでまぶたの上にのせてみるとベースにローズ系のカラーがほんのりとついているのが分かりやすいです。はい、最後右下のトップコートカラーはこんな感じでした。こちらはまぶたの上にのせてもパールによるツヤと大粒のラメのきらめきをしっかりと感じられる華やかなカラーでした。パレットで見るとこちらのカラーなので白っぽく発色するタイプのラメカラーかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じでほんのりくすみニュアンスも感じるようなローズ系のカラーがうっすらとついた上に大粒のラメを感じられるので、アイシャドウのグラデーションの上にアクセントとして重ねるのはもちろん、このカラーをベースに仕込んでも白浮きする感じがしなくて使いやすいんじゃないかなと思います。3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは308のパリュールアンペリアル全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。続いて左上のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に重ねていきます。続いて MAC のアイシャドウブラシ 239S に左下のカラーを取って下まぶたのまつげの際にしっかりと発色するようにのせていきます。最後に右下のカラーを取って上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にラメをかけていきます。はい、こんな感じで308のパリュールアンペリアル全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは手元で見た時にもう少し全体的にカラーの発色がナチュラルでパールによるツヤが効いているタイプなのかなというふうに思いましたが、今回メインに使った右上のカラーや下まぶたに入れた左下のカラーなど意外と発色がしっかりとしていて、まぶたの上にのせるとパールによるツヤはそこまで主張しすぎないタイプも入っていたので、今回はあえてこの高発色なカラーをベースにしっかりとのせて、目尻にアクセントでイエローのパールカラーを忍ばせたり、上からトップコートカラーのラメをしっかりと発色させてみました。
個人的にはこのベースにメインで使ったピンクのカラーがパープルにもレッドにも寄っていないけれど、程よく深みが出る感じが絶妙で、ものすごく可愛いなと思いました。ツヤ感とラメ感も楽しめるようなパレットでしたが、高発色のタイプも入っていたところが、しっかりと目元にメリハリをつけてくれて、とてもいいなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いてはこちら318のパリウルベニティエンヌです。まずは1色ずつ単色塗りでカラーをご紹介していきます。まず1色目、左上のカラーです。こちらは先ほどの308のパレットよりもさらにしっとりとしていて、全体的にパールによるツヤめきをしっかりと感じられるタイプです。かなり伸びがいいですね。はい、1色目、左上のカラーはこんな感じでした。こちらは手元で見た時と同様、しっとりとしていてかなり伸びのいい粉質で、全体的にパールによるツヤも感じられるタイプでした。実際にまぶたの上にのせてみると、ほんのりオレンジのニュアンスも感じるような柔らかくて明るいベージュカラーといった感じで、ベーシックなメイクにも使いやすそうです。続いて2色目、右上のカラーです。2色目も発色は比較的ナチュラルで、しっとり感とパールによるツヤを感じられるタイプですね。308のパレットよりもかなりナチュラルな印象です。はい、2色目、右上のカラーはこんな感じでした。パレットで見るよりもカラーはしっかりと発色しますが、それでも先ほどの308のパレットよりはカラーのニュアンスがかなりナチュラルで、発色も抑えめでした。こちらもかなり伸びのいい粉質で、パールによるツヤと立体感を感じられます。落ち着いたピンクカラーですが、角度によって少しゴールドっぽいニュアンスを感じるところがとても素敵です。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、左下のカラーです。こちらのカラーは一見かなりしっかりと発色する締め色に感じますが、まぶたの上にのせるとこんな感じで、やはり308のパレットよりもさらに発色がナチュラルなので、単色塗りでも程よい陰影をつけてくれるようなミディアムカラーとしても使えそうなブラウン系カラーですね。こちらのパレット全体的にカラーニュアンスが柔らかくてとても使いやすいと思います。はい、3色目、左下のカラーはこんな感じでした。やはりこちらのカラーもこんな感じで、指でのせても程よいパールのツヤ感とシアーな発色で、そこまで暗くなりすぎない単色でも使いやすそうなブラウン系カラーに発色してくれました。そしてまぶたの上にのせてみると、少しパープルの要素も感じるような寒色系ブラウンだったので、とても大人っぽくて洗練されている印象ですよね。一色で使ってもすごく可愛いんじゃないかなと思います。最後4色目、右下のカラーです。こちらはパレットの見た目だとホワイト系のカラーですが、こんな感じでグリーンに光るような偏光カラーです。ただまぶたの上にのせてみると、ベースのカラーには透け感があって、微細なラメがキラキラと偏光っぽく輝く感じなので、意外と派手すぎる印象にならなくて使いやすそうですね。はい、4色目、右下のトップコートカラーはこんな感じでした。手元で見た時はかなりラメが強かったので、もう少し派手な感じになってしまうかなと思いましたが、意外とベースのカラーに透け感があるのと、ラメもそこまで大粒すぎなくて、程よいきらめきを感じられるようなタイプだったので、アクセントにはなりつつも馴染みがよく使いやすいような偏光カラーなのかなと思いました。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは318のパリュールベニティエンヌ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左上のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて左下のカラーを指に取って、アイホール全体に重ねていきます。
このくらいしっかり発色するように何度か重ねていきます。続いて右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体に入れていきます。最後に右下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、こんな感じで318のバリュールベニティエンヌ全色を使ったメイクが完成しました。今回はこの右下のトップコートカラーの偏光グリーンの感じをしっかりと発色させたかったので、ベースにはブラウンのカラーをしっかりと発色させて、その上にこの偏光グリーンを重ねることで、よりこちらの偏光感がしっかりと際立ったかなと思います。全体的に柔らかいニュアンスのパレットでしたが、今回のようにブラウンをメインに発色させてグリーンと組み合わせると、少しクールさも感じるような仕上がりも楽しめて、下まぶたに使ったピンクなどと合わせれば、もっと可愛らしい印象にも楽しめそうです。個人的にはこのブラウンとグリーンのニュアンスがとても絶妙だなぁと感じました。引きで見るとこんな感じです。続いては328のパリュールクリスタルです。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてご紹介していきます。まず1色目、左上のカラーです。こちらは先ほどの318と同様、全体的にパールによるツヤを感じられて、しっとりと伸びのいい粉質のタイプですね。はい、1色目、左上のカラーはこんな感じでした。こちらはブランドからのカラー説明にピンクオパールという記載がありますが、まぶたの上にのせてもこんな感じで柔らかくて少しホワイトのニュアンスも感じるような明るいピンクカラーがとても可愛いです。パールによるツヤと全体的に微細なホワイト系のラメも感じます。続いて2色目、右上のカラーです。こちらも比較的発色はナチュラルなタイプですね。はい、2色目、右上のカラーはこんな感じでした。こちらは反対に塗っている1色目の左上のカラーと少しカラーのニュアンスは似ていますが、こちらの右上のカラーの方がさらに青みを感じるような柔らかいピンクのカラーがしっかりと発色して、その上にパールによるツヤも感じられるようなタイプでした。柔らかさと上品さがあって可愛いです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、左下のカラーです。こちらはスモークドクォーツということで、このパレットの中では意外としっかりとカラーの発色を楽しめるタイプですね。先ほどの318のパレットのブラウンカラーと同様、ナチュラルな発色にも重ねることでしっかりとした発色も楽しめるタイプです。はい、3色目、左下のカラーはこんな感じでした。全体的にパールによるツヤとシアーな発色が楽しめるカラーが揃っている328のパレットですが、こちらのカラーはこんな感じで、重ねることでしっかりとブラウンのカラーも楽しめるようなタイプでした。一見318のブラウンとカラーのニュアンスも似てるように感じますが、こちらの方が柔らかいローズピンクのニュアンスも感じられるようなブラウンカラーです。最後4色目、右下のカラーです。こちらはスカイブルーのアクアクォーツということで、パレットで見るとホワイト系のカラーに見えますが、まぶたの上にのせるとこんな感じで、ほんのりと柔らかい透明感がアップするようなブルーのニュアンスを感じられるカラーですね。はい、最後4色目、右下のカラーはこんな感じでした。こちらのカラーは手元で見たときはもう少ししっかりとしたラメによるきらめきを感じましたが、まぶたの上にのせてみると意外とこんな感じで、ベースにホワイトのふんわりとしたカラーがしっかりと発色した上に、ブルーのラメがキラッと角度によってきらめくようなタイプだったので、日常使いにもアクセントとして取り入れられそうな、とても使いやすいブルー系のラメカラーでした。派手すぎないところがシャネルらしい上品さがあって素敵ですね。
3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。はい、ではここからは328のパリュールクリスタル全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。続いて左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。最後右下のカラーを指に取ってアイホール全体にトントンとのせるようにかけていきます。はい、328のパリュールクリスタル全色を使ったメイクが完成しました。パリュールクリスタルは他のパレットと比較すると全体的に発色がナチュラルだったのと柔らかいピンク系のカラーのニュアンスでまとまっていたので、こちらのピンクを前面に出して目尻にのみブラウンで締め色をのせた後、最後に上から柔らかいブルーラメのカラーを重ねて寒色の要素をしっかりと引き出してみました。ブルーラメのカラーはやはりグラデーションの最後に全体にかけてもこんな感じでラメが強く主張しすぎてしまうということもなく、とても程よいアクセントを加えてくれました。柔らかさと透明感を両立したような可愛らしいパレットです。着てみるとこんな感じです。それでは最後338のパリュールバロックです。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきます。まず1色目、左上のカラーです。こちらはアンティークゴールドというカラーで、パールによるツヤの他にも微細なラメによるきらめきも楽しめるとても華やかなカラーです。はい、1色目、左上のカラーはこんな感じでした。艶やかなゴールドカラーのベースにさらに上から微細な同系色のゴールドラメがキラキラと輝くような限定色らしい華やかさのあるカラーです。明るめのイエローゴールドといった感じの発色ですが、少しくすみ感があるところがシャネルらしいですね。続いて2色目、右上のカラーです。こちらはルビーレッドというカラーで、こちらもまぶたの上にのせてみるとパールによるツヤはあまり感じられないしっかりと発色を楽しめるようなタイプです。はい、1色目、右上のカラーはこんな感じでした。まぶたの上にのせてみると高発色で、そこまでパールによるツヤをしっかりと感じるというタイプではないですが、やはり程よいパールが効いている感じとしっとりとしている粉質の効果が内側からじゅわっとにじむような発色になっているところがとても綺麗です。1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、左下のカラーです。こちらはグリーンエメラルドというカラーで、手元で見た時も意外と発色がナチュラルだなと感じましたが、まぶたの上にのせてもこんな感じで程よく素肌の透け感が残ってくれるようなタイプです。はい、3色目、左下のカラーはこんな感じでした。何度か重ねてカラーをしっかりと発色させてみてもこんな感じで、深みのあるエメラルドグリーンのカラーがしっかりまぶたには乗ってくれますが、絶妙なまぶたの透け感とパールによるツヤが効いているので、そこまでカラーが強く出すぎないところがとても素敵だなと思います。クールさの中に上品さも感じられるようなグリーンカラーがとても可愛いです。最後4色目、右下のカラーです。こちらのトップコートは今回発売された全4色の中でも一番ラメが大粒な感じがします。はい、最後4色目、右下のトップコートカラーはこんな感じでした。軽くまぶたの上にのせた時点だとホワイトのベースに
大粒のホワイトラメがしっかりと輝くカラーかなと思いましたが、角度によってこんな感じでほんのりとレッド系のニュアンスも感じるような絶妙な偏光ラメカラーでした。今回発売された全4色の中でも特にラメが大粒なので、一気に目元を華やかに見せてくれそうなカラーです。3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは338のパリュールバロック全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。続いて右上のカラーをブラシに取って、下まぶたのまつげの際にのせていきます。最後に右下のカラーを指に取って、上まぶた全体にラメをのせていきます。最後に下まぶたにもラメをのせていきます。はい、338のパリュールバロック全色を使ったメイクが完成しました。今回はこのグリーンエメラルドのカラーをしっかりとベースに発色させて、全4色の中でも特にラメが大粒だなと感じたトップコートカラーを上下のまぶたにしっかりと発色させて華やかに仕上げてみました。下まぶたにレッドのカラーを仕込むことで絶妙に血色感もプラスされていると思います。今回はグリーンエメラルドをメインに使用しましたが、レッドをメインにして上からこのホワイトラメを重ねてもとても可愛いと思います。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで9月1日発売シャネルの数量限定アイシャドウユケトルオンブルビザンス全4色をご紹介していきました。今回の数量限定アイシャドウは318と328のパレットは全体的に柔らかい発色とパールによるツヤが効いているとても使いやすいパレット。そして308と338はしっかりと発色しながらも絶妙なパールによるツヤ感で肌に馴染んで、高発色なカラーとラメカラーのアクセントを楽しめるパレットといった感じで、全体的に馴染みが良くとても使いやすいカラー展開だったなと感じました。特に右下のトップコートカラーは手元で見るよりも意外とまぶたの上にしてみるとラメや偏光感が主張しすぎないカラーが多かったので、ワンポイントとして取り入れやすいところもとてもいいなと感じました。今回ご紹介したアイテムは全て数量限定色となりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。